はい、どうも、宮田です。今日はですね、一緒に外国に行く二人紹介します。YouTuber のトスさんとゆってぃです。ゆってぃさん、やっほー。ゆってぃさんはもう世界中のスーパーチャージャー。ごめんね。ゆってぃさんはね、日本中のスーパーチャージャー、ね、回ってて、もう全制覇してて、あとね、何人かの人が同じような成績を収めてるので、もうそれに勝つにはもう、他のところに行って、海外進出や。世界進出するしかないということで、今回一緒に旅することになりました。で、一緒に来てくれたのがトシ君ですね。行くぜ。今日はトシ君今回韓国で何されるんですか？まあ、主に宮田さんのドキュメンタリーを撮りに、スタッフとして同行させていただきます。視聴者誰もつかないよ。いや、絶対楽しいなと思って。僕はもう宮田さんのもう手となり足となり、韓国では動きたいと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあね、ちょっと今紹介済んだところでですね、今回ここにいるのはフェリーの上なんですよ。一応ですね、今回行く場所は韓国なんですね。韓国ではですね、一応日本と韓国で条約を結んでるらしくて、車を持ち込んで自分の車で日本のナンバーで韓国を走ることができたりとか、韓国のナンバーで日本を走ることができたりというようなことで、私の湘南ナンバーとミッティさんの富士山ナンバーがですね、韓国になんと出没するということで、めっちゃ楽しみですね。楽しみですね。とりあえずしばらくの間は船の動画になってしまうと思うんですけども、最後まで見てもらえたらなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。じゃあそんな感じで、行ってきましょう。出発。はい。ここからはですね、事前準備をね、ちょっとご説明したいなというふうに思いまして、今回ですね、利用させていただいたフェリーがですね、パンスタークルーズというフェリーで、大阪からですね、プサンに向けて定期便を出しているフェリーになります。で、当初はですね、もうちょっとプサンに近い山口県あたりから出ているカンプフェリーというのを最初検討してました。ただそちらは電気自動車がね、ダメだということだったので、今回ですね、大阪から出ているパンスターフェリーを利用させていただきました。それで、事前に必要となる書類ですね。これをね、ご説明していきたいんですけども、1点目がですね、車の登録証書というものになりまして、韓国国内で車検証の代わりになるものです。取得場所は車検場になりまして、最寄りの車検場でね、取ることができます。次にね、2番目から4番目に関しては、パンスタークルーズさんより PDF が送られてきて、ここに記入して送り返してくださいみたいな書類になります。で、自動車の一時輸出入申告書というのは、税関への申告書類になります。で、3番目が通関委任状ってことで、通関士さんっていうね、そういう事業さんの方がいて、その方にね、代理して申告していただくので、これが必要です。で、4番目のね、誓約書というのは韓国国内で本来だったら輸出入なんで関税がかかるんですけども、これを免除してもらうための書類という形になってます。で、次がですね、パスポートですね。残り期間がだいたい半年以上は必要だっていう風によく国外に行くときは言われますよね。そして日本の免許証ですね。これは当然帰ってくるまでの間の有効期限内が必要です。当然ね、韓国国内で運転しますんで国際免許証が必要になります。取得場所は免許センターだったら即日発行、最寄りのね、警察署だとだいたい2週間から3週間ぐらいかかるという風に言われてます。で、取得費用に関しては2400円ということなので、これは運転免許証で問題がなければ誰でも取れます。最後はね、自動車の車検証なんですけども、こちらはですね、所有権って言って、自動車ローンとかね、組んでる方とかだと、ここにクレジット会社の所有権がついてたりするんですけども、その場合はですね、ちょっと国外を持ち出すのが難しいということなので、基本的には所有権のついてない車が今回の旅の対象になります。長旅お疲れ様でした。うまい。最高です。ちょっと覇気がない。すいません。うわ、ガタガタすごいな。そっち。
もうついちゃった。ありがとうございます。ここ受付ね。これユッティね。ここは食堂になるのかな？朝ここでご飯食べるのかな？あ、ステージがある。カラオケ大会とかね、あるらしいですよ。僕はちょっと何も調べてないから、わかんないんだけど。バーカウンターもあるね。あれは日本酒っぽいね。ピアノもあるし。今から出発です。二人はですね、今、優雅に休憩してます。今回ですね、ちょっと夜中に出発してきたんですけど、もう本当にね、休む時間なくて、もうほぼ寝る間を惜しんでですね、ここに来ました。なので、このままね、何もしないと、フェリーの中でスコーンって寝ちゃいそうなんで、ちょっと食事とか楽しんだり、館内の案内したりとかね、したいなというふうに思いますんで、ぜひ見てってください。よろしくお願いします。そんな感じで。自分の部屋こんな感じだね。こんな感じです。ちょっと汚いけど。じゃあちょっと外行ってみよう。他にあとサウナがあったりとかトイレがあったりとかね、あとコンビニはね、奥の方行くと海が見えるんだけど、もうまだ島は見えてないね。コンビニはもう完全ね無人なんですよ。なのでもうセルフレジで、ほぼ韓国語のもの、いや全部かな。で結構ね、値段見るとね一瞬ビビるもんが多いですね。タオルなんかスポーツタオルぐらいのね、中途半端な大きさのやつが4000ウォン。ライブ会場かよみたいな感じだったんだけど、まあ実質400円、500円ぐらい。金額がね、逆に言うとマグカップとか5000ウォンだけど500円ぐらいでしょ。ちょっっと逆に安く感じちゃうなっていう、そんな感じのとこですね。でこっちはカップラーメン系ね。あとアメニティが下の方にあるという感じで、これがセルフレジね。ちょっと置くと、これ日本語ってあるから日本語って押すといろいろ出てきて、自分でねバーコードピピってやるんですよ。でカード挿して決済するんだけど、このコンビニ方式結構面白いなというふうに思います。上がね VIP の方の部屋っていう感じですかね。で階段上がってすぐにこうやってラウンジというかなんかねこういうのがあって、ここは吹き抜け。セット橋すげえな。2階が車で1階が電車なんだ。レインボーマリッジみたいな。わあでかいよ。船といえばクラシックなのかな。すごいね、ほんとね。あの建物と空母、なんだろう、便器みたいな。あれ多分フェリーターミナルです。あれがフェリーターミナルなんだ。いや、この橋見るだけで絵になるな。すごっ。帰り
次はエレベーターになりました。ちょっと副待遇になった感じですね。来た来た。さあ入る。よいしょ。すごいホテルみたいじゃん。はい。パンスターって書いてあるコンテナ。そうですね。もう少し前行って、はい、柱あるところを過ぎて左側ですね。ここですね。はい。右の方でですね。あ、そう、右側か。そうですね。逆なので、車線が。そっかそっか。まっすぐ行ってください。はい。やばい、今日から切り替えなきゃ。そうです。まあ、大体2日目ぐらいで慣れるみたいなんですけれども。あ、そうなんですね。初日はちょっと難しいみたいですね。頑張ります。こんな感じですかね。はい、そうですね。少し先に降ります。はい。これからですね、入国所の方に移動しますので、はい、パスポートと書いた書類ですね、はい、お持ちください。わかりました。いきなりね、分かったのはね、地図がすでに使えないですね。地図すでに使えない。後でまたちょっと説明します。はい、じゃあとりあえずですね、皆さん気になっているところで、ここまでの旅費をですね、お伝えしていきたいなというふうに思います。まずね、フェリーの往復費用ね。これはね、運賃が75,000円でした。客室も含んであるので、これはね、まあまあリーズナブルなんじゃないかなというふうに思います。で、通関手数料。これ多分帰ってきた時の通関手数料だと思うんですけど、これが15,000円。で、燃油サーチャージとかポートチャージとかね、国際観光旅客税っていうのがかかりまして、あと最後のところですね。これはね、やるかやらないかはまだわからないんですけども、税関の X 線検査保証金っていうので、1万円のデポジットが必要になります。これね、やらなかった場合は1万円返ってきますんで、そこはご安心ください。ってことでですね、フェリーの費用はですね、トータルで104,100円でした。で、さらにですね、韓国に着いてからはこういったものも必要になってきます。車に関する費用なんですけども、自賠責保険っていうのは必ず入んなきゃいけません。プラスで任意の自動車保険。これもね、合わせると241,000ウォン。で、韓国の通関手数料が15万ウォンということになりますんで、トータルで約42,932円が車関係のものかなという感じになります。なので、フェリーの費用と合わせてですね、約15万弱みたいな感じですかね。それで、一応車の保険だけですね、どんなものに入ったかっていうのをお伝えしておこうというふうに思います。まず自車両ですね。車両保険ってやつですね。これが6,500万ウォンということで約650万円。さらに対人無制限で、対物はね、5億としか書いてないんですけど、多分ウォンですね。なので、約5,000万円ぐらいの対物になってます。人身障害に関しましては、1億3,000万、1億って書いてあるんですけど、多分単位はウォンだと思いますんで、死んだ時1億、怪我した時3,000万、後遺障害とかで1億みたいな、そういう読み取りだと思います。さらに無保険事故が2億ウォンということで、無保険っていうのは相手が無保険の時ですね、多分。その時には2億ウォンまで出すよってことで、約2,000万ぐらいですかね。で、最後が SOS3 回ってなってるんですけども、これは多分レッカーとかね、そういった関係のもんだと思います。1週間いるうちに3回行ったらね、かなりやばいですよね。はい。とりあえず、私は今、韓国にいます。韓国着きました。プサンですね、ここは。で、データがですね、プレミアムコネクティビティがもう切れてしまってるので、通信切断されてますよっていう形になってます。なのでね、地図は使えません。が、しかし、スーパーチャージャーは使えるということで、さあ、本当にスーパーチャージャー使えるんでしょうか？気になるところですね。で、そうか。プレミアムコネクティビティ切れちゃってるから、これも使えないんだ。でもダッシュカムとは使えるから、ここら辺は大丈夫でしょう。あとね、充電とかこうやってバーって一覧出ますね。これってことはプレコンディションにかけられそうだけどな。この場所へのルートが見つかりません。でも行くんだよっていう感じですね。ルート計算ができないんだ。これは結構、プレコンディションにかけらんないから、ちょっと充電はめんどくさいかもしれないですね。ということで、こっからはね、ネイバーナビっていうのを使っていろいろ動いていきたいなというふうに思います。韓国はネイバーナビというのが、メインで使えるっぽいので、Google はあんまりいまいちっぽいですね。じゃあとりあえず、トシ君をね、迎えに行っていきたいなと思います。そんな感じで、韓国まず行ってきます。韓国がいるのか。じゃあ、プサンの街へ行きたいなと思います。GO! とりあえず、プサンに着いて一番最初に会った車がこれですね。ネッソ。水素自動車です。水素流行ってんだな。で、今これから
ジャガルチ市場の方に2台で向かって行って、ちょっと美味しいお昼ご飯になるかなというふうに思います。プサンの街はなんかヘリポートやたらあるんで、お金持ちはもうヘリで動いてるのかなっていう感じですね。各建物にヘリポートあるみたいな、そんな感じですね。ということで、じゃあまず最初、プサンからステージはスタートします。よろしくお願いします。あ、すごい、アウディの電気自動車とかいるじゃん。青いのが電気自動車なのかな。かわいい。すごい。ガンガン見てる。てか、スモークが、なんて言っても韓国だ。そうだね、スモーク。前も OK なのかな。前はダメなんだね。あ、前も OK だね。すごい、これがマーケット。FM 94.9MHz。부산교통방송。ね。HLT。あ、すごい。韓国っぽいな。ジャガルチマーケット。ね、着きました。周りすごいよ。ほら。タコ泳いでるし、カニ泳いでるし。タコ死んどるよ。お、タコ死んでるわ。タコ引かれたんじゃん。こんな感じでね、マーケットの周りになってもなんか食べ物屋さんがいっぱい。海鮮だらけですね。これは乾物かな。なんか有名なのがヌタウナギとカニだっていう風にね、ユッティさんがわざわざ教えてくれて、うわー、道路上に干してますよ。アジアって感じですね。うわー、海鮮の匂いすごいな。これまさにじゃない。すごいね、魚が。これもあれ、乾燥させてる魚。匂いがね、映像だとちょっと伝わんないと思うけど、めっちゃ臭いよ。これすごい、タチウオとかいるじゃん。イカまだこれ死んで間もないな。適当？適当じゃないよ。まだヌメヌメしてるから。あ、これサバだ。まあ、日本でもおなじみの魚は結構いますね。おー、金目。必ずいらっしゃいますよ、あのハッセルランドね。来た、カニ、タラバガニいる。なんかさ、アジアの国ってさ、なんか買っていくと黒いビニール袋出すんだよね。説明で。で、これどうしたらいいの、ここ。ここは1階でお魚を注文して、2階でさばいて持ってきてもらうみたいな。その料亭みたいなことここでやってくれるの？そうらしいです。ベッティが調べてくれたこの224番とかに来たんだけど、誰もいなくて、このヒラメをね、食べに来たみたいなんですよね。3万ウォンってことは3000円約。ヒラメは3000円ぐらい。まあ、アナゴ天ぷらと美味しい。で、ヒラメ、はい、1つと、ヒラメとアナゴ。ユッティが頼んでくれてる。お、ヒラメそのまま行く。さばくの早すぎる。한번 먹어봐요. 2층에 먹고 갈 수 있거든요. 한번 도전해봐요. 早っ。終わっちゃった。この場所で注文するんだね。2階のこの場所に注文して。うわ、すげえキンキン。さあ、なんかどんどん出てきますね。こう我々が頼んだの以外に、なんか5000ウォンを1人払うと、おかずとかこういうのがついてくると。我々がお願いしたのが、このアワビの刺身と、ほや、ここら辺はサービスでつけてくれたのかな。サービスのやつ。最高、すごい。水にビビってペプシを頼みました。ありがとう。乾杯。乾杯。ペプシ組。今これちょっと食べさせられたんですけど、超辛い、痛い。口が痛い。さあ、3人で。これは、ヒラメ1枚。エンガワと、あとその他の切り身。で、あとこっちアナゴの天ぷらはね、3本あったからね、アナゴが。はい、ヒラメあっという間に食べました。うまかったぜ。だけど、アナゴ3本はやっぱきつかったっすね。どうとし美味しかった？ヒラメ最高でした。エンガワ美味しかったです。エンガワ美味しかった。さすがユッティナイスチョイスです。はい、美味しかった。
お腹いっぱい。お腹いっぱいね。じゃあそろそろ、プサンを出ますか。出ますか。これがプサンの街並みだ。って思ったら工事中でこっち何も見えないの。なんかエキスポさん2030うん。作ってるとか言って。あ、じゃあエキスポがあるんだ。今日のリック5出たー。早すぎる。私が見ててもやっぱりここ EV が結構走ってるなって。こんな素人でもわかりますね。でよかった。遠いから。遠いからね。左ハンドルから。今運転手さんが入れなかったら、入れろやこらっつって怒りましたね、トラック。あー、また怒ってる、また怒ってる。もう怒るなよ。はい、じゃあやっぱ髭すごいんでマスクしました。やっぱマスク必要だなってことは分かりました。それで、今ね、プサンのここは港にいるんですけど、こっからですね、今日の夜はデジュンというところに行きます。漢字で言うと大田って書くところらしいんですけど、そこに向かって走りながらスーパーチャージャーをね、ポツポツと見つけていきたいなというふうに思います。そんな感じで、じゃあまた後で。はい。プサンをね、出て1個目に寄ったのが、なんかサービスエリアですね。で、途中パーキングエリアってのがあったんですけど、パーキングエリアは本当に車止めてトイレがあるだけという感じでした。で、ここに関しては、なんとですね、こっち広がっていくとこんな感じで店とかもありまして、足柄サービスエリアぐらいはあるんじゃないかなっていうふうにトシ君も言ってましたね。で、結構ね、お店とかもあるんで、ちょっと見ていこうかなというふうに思います。で、さっきね、あっちに充電器もあったんで、充電器も後でお見せしたいなというふうに思います。はい、お店いっぱい見えますからね。一番端っこから、結構フードだね。もう全部フード。コーヒー屋さんね。結構オンで見るとね、金額びっくりしちゃうんだけど、意外と大したことないんだよね。4000ウォンとか言ったら400円だし。なんかほんとこういうのサービスエリアっていう感じだね。日本のサービスエリアとあんま変わんないかな。変わるとこって言うと洋服売ってるぐらい。洋服日本だとあんま売ってないですよ。富士山とかしか売ってないよね。こっちはゴルフウェアみたいなの売ってるもん。なんだこれ。何これ。やば。すごい。こんなんパーキングエリアあったらみんな買ってくじゃん。スマホ。ねえ。こういうところで売ってるの。これ。結構です怖いね。で、なんかトイレのね、感じはね、日本と一緒ですね。マークもなんかほとんど一緒。これなんだろう。記念使用テープの韓国版みたいなね。筋肉サポートテープですよね。うわ、ここにはシューティングゲームある。で、こっちの方には、喫煙所があって、なんだろうこれ。高級かな。ちょっとなんて書いてあるか絶対読めない。うん、無理だね。韓国はこうやって音楽を売ってるみたいです。35,000ウォン。マジ。CD のアルバムと一緒だね。ドロップトップでコーヒー買ってきます。ユッティはバニララテ。バニララテって言われるとなんか、よく感じてきちゃうな。星マークついてますからね。確かに何するの？ドリップ。やっぱ、このお店のうまさはドリップコーヒーに出ますからね。あ、さすが。ドロップトップの実力を見てやりましょうよ。トシさんコーヒーありがとうございます。他は私が。バニララテ、あ、しかもストローまで刺してくれたよ。優しい。ありがとうございます。そうね、充電器とりあえず見つけました。あんまり私詳しくないので、こうだってのは言えないんですけど、一応ね、EV チャージングステーションってことで、これは何だろう。EV1。ちょっとね、ボックスが開かないので、何なのかってよくわかんないんですけど、AC3 ってやつですね。これ前に、ジョブバで、J172 アダプター頼んで、着いたらですね、テスラ口じゃない方、これだったんですよ。だから台湾ではこういうの使ってると思います。で、これが茶デモですね。茶デモ。ボックス開かない。だからディッシュなんかこっちはね、開いてたんですよね。
これが CCS ってやつなのかな。だから DC はチャデモと CCS で、AC がこれという感じですね。AC、DC の違いみたいなやつですかね。ちょっと私はわかんないけど。あ、出た。トンネルや地下道では、ナビの精度が低下するって。あ、出ました。出た？出ました。今のところは大丈夫そうですね。そうですね。今のところ問題ないですね。多分これもう高速乗ってんのかな。TG だから料金所ですね。これ多分 1.4 キロ。お。もう1000円取られるの1000ウォンって書いてあるよ。100円か。安い。もう100円取られる。通行券がだけですね。はーい。3つゲートがあって、左と真ん中がハイパスですね。はーい。ほんとだ、1、2って書いてある。1って書いてあります、ね。ハイパス指示も出るのいいね。通行料専門、あ、すごい。日本語で出てる。じゃあちょっと、あれをつけてみました。オートパイロット。はい。あー、ヨニック5だ。お、免許を愛する仲間来た？青くないナンバーの俺たちを見てどう思うんでしょうか。確かに。お前ら違反だな、つって。なるやつ。一応ここ70キロですね、道路は。そうですね。あれは見てくれてないね、テスラは。テスラは何言うと50キロになってますね。ね。じゃあデータはあるんだ。10キロ？いや、多分データはね、ないんじゃないかな。ないんじゃないか。デフォルトでわかんないのは50とかになってる。はい。あ、料金所ですね。これか。右だわ。これがハイパスじゃないやつら。ね。ナンバー5になりました、ナンバー5。ナンバー5。ナンバー5じゃあ行きます。ナンバー5、はい。ここではチケットだけ取る。ちょっと待って。1000ウォン。1000ウォン、カードか。はい。オッケー。合流待ちましょうよ。ここの合流。合流ストップ。あ、合流ストップ、合流ストップ。オッケー。はい。余裕があったらしよう。めっちゃ大変。めっちゃ大変？あ、そうか、左だもんな。はい、じゃあここ移ります。はい。これはどこ車線だ？左？これね、左じゃね？左だ。これやばいよ、これ。これやばいとこだな。降りちゃうと思って。うわ、こういうパターンあんのね。こういうのについてった時の、いきなり信号変わる時とか怖いよね。確かに前が見えないですからね。ね。これ幅開けようか。でも、いつも3だから。完全に。大丈夫こいつ。怖いね。韓国怖いかね。ね。あ、まあ。50センチ幅で割り込みしてくるから。怖いね。左のレーン、ハイパスオンリー。ハイパスオンリー。左は、はい。そんなのがあるんだ。お前らみたいなカードも作れないゴミは右を走ってると思う。専用レーンなんか入ったら怒られるんだなあ。なんかもう青い感じがあれだよね。ちょっと私たちは違うんですよ。確かに。左で空いてるもん。確かに。だから後ろの方に。さっき料金どうですか？そうですね。2.4。900ウォン。ちまちまこれ払う。その都度払うね、これ。多分ね。めんどくせえな。いつ？あ、そうか、その都度降りなきゃいけないんだ。ユッティでも手伸ばせばいけんじゃない？無理か。お前だから無理だ。ああ、いや、厳しいっすね。帰りどっかでマジックハンド買った方がいいかもね。名物になるんじゃない？韓国で。なんかマジックハンド持った日本人いるぞっつって。あ、これオービスも表示されるんですね。あ、本当だ。1キロ先移動式。移動式？多分やってるやつが、やってるケースが多いよってことで。すごい。どっからオービスあるって、ね、禁止しますね。
逆南とかだったらあれでしょ。近隣の垂れ込みでしょ。そうそうそう。ここでまた900ウォン取られるんだ。うん。一番めんどくさいですね。ちょっと一番端っこ行こうか。一番端行きまーす。はい。でまた900ウォン取られる。もう。また取られんじゃん。だけ。はい。早いな。用意してんな。用意して。降りてる降りてる。大変だ。OK です。オッケー。ちょっとユッティが一日降りてくとこを撮りたいな。あ、この後なんか車線減少するから左だね。あ、本当だ。了解です。真ん中車線。あ、テスラオーナー来るよ、左から。そう。別のやつ。行きますよ。テフロン。全然見えねえ。違う、強すぎて。全然見えねえよ。スモークちょっと俺ら前行って、あれかな、ナンバー見しとこうか。確かに。わざとらしく。わざとらしく。ちょっと飛ばすよ。俺らこういうやつやで。わてらこういうやつやで。なんだあいつら。ジャパニーズかっつって。おかしいやないか、あいつら。つって。変なのがいるぞっつって。あ、見てくんないな、あいつクールだな。見てくれてるかどうかはちょっとわかんない。見てわかりました？顔見えました？全然見えない。スモーク、フルスモークすぎです。あ、近くにスーパーチャージャーが表示されてる。さあ、本当だ。75にしとこう。オートパイロット75で進みます。了解です。僕80です、今。あ、じゃあ80にします。全然わかんない。やばいでしょ。ほら、ルートが見つかりませんなっちゃう。ずっと永遠に計算する。左からアイオニック5のタクシーと右からモデル3が来てますよ。はい、両方間違いなく手振ります。はい、お願いします。次、ハイパスが124だって、5レーンのうち。了解です。モデル3とアイオニック5手振ってないじゃないですか。あ、なんか忘れちゃった。CD4、了解。なんかさ、気のせいか、ハンドル離しててもなかなか怒られなくない？そう、僕もそれ思いました。もしかしたらそれ、僕だから。ね、やっぱこれリージョンのせいだよね。本当に話してください。全然、ちょっと怒らない。7、8、9、10、11、12、13、14。いや、怒られるやん。けど、そんなもんだな。あれ、15秒でこれ起きちゃった。あ、ハイパスが来ちゃった。やばい。どうしよう、これ。124がハイパス。だから3番で行かないといけないよね。オッケー、じゃあこれ、ユッティが来たあたりでスッと前入るわ。あ、了解です。僕の前に来てください。うん。ゲートの違いがわかんねえよ。確かに。わかりづらいです。あれ1に含めていいのか迷うよね。デドンであってる。デドン。あ、テドン。あれでデジテドン。ごめん。ごめん。デジもあんな感じじゃない？確かに。ごめん。これテドンはいくら取るんだろうね。これ、お金書いてないんで、通行券をもらうだったかね、これもしかして。おー、2だね。そう、みんな近い。隣のレーンの人、通行券もらってね。ユッティまた出なきゃじゃん。料金所でーす。料金所なんですけど、ETC 的なのないんで。あれこれ間違えてる。これナンバーを読み取るパティーンのやつやん。これ第2レーンだ、これ。怒られるで、これ。じゃあ、今日もう行っちゃいましょう。言っちゃおう。やっちゃった。このおまわりさん来るやつや、これ。あれ、こっちの便だったんだけどな、今。多分1個読み間違えたね。なんかゲートがおかしいなったもんね。この合流のパティーン気をつけて。日本人で初めて韓国の
高速道路をぶち抜いた EV です。間違いない。4800取られなかった？あ、取られました。ちゃんと大丈夫です。4700だった？はい。4800じゃなかった？ 100万多く。じゃあわかんない。わかんない、もう。レシートあるよ、レシート。はい。そしたら左側だね。はい、左。ってことは左車線行きます。U ターンっぽいなんか感じだね。U ターンっぽくなりますね。赤信号で、青でも左は行っちゃいけないんだよね。あ、スーパーチャージあった。ほんまや。ありましたね。赤なんで一回これは。ここで U ターンできないのかな？ U ターンできます。これできる？いや、これうん。これはダメ。信号でやった方がいいんじゃない？わかんないけど。信号は左になっちゃったね。ゆうちそこだよ、U ターン。U ターンできます。U ターンマークあります。あ、違うか。あ、ごめん。違うかも。U ターン上にあった。これ言っちゃダメですよ。青でもダメだよね。はい。でもダメです。ごめん、ちょっと紛らわしくて。違うよね。ちょっとびっくりするよ。ここはイッティパティなんじゃないの？イッティパティなのか。ちょっと見てみますね。あ、これいけるかもしれない。いける？ここは OK みたいな。じゃあ行くよ。はい。この車行ったら行きます。U ターンします。はい。OK。あ、それで今で鳴らされてたんだ。わかんないですね。ピホボっていう青色の看板が出てたんで、うん。青色の看板が OK なやつですね。なるほど。それ見逃してます。左折にしかついてなかったから。OK。はい、スーパーチャージャー。おー。ああ。ちょんどスーパーチャージャーつきました。いやー、ついにつきましたね。ついにつきました。一番端っこ行こうぜ。韓国初のスーパーチャージ。ね。しかも、ここは V3 っぽいですね。さあ、とりあえずですね、チャージングポイント、チョンドっていうところに着きましたね。V36 機 250kW ってことで、充電していきましょう。こんな感じで6機ありまして、スーパーチャージャーのね、ここにはなんか、E マートとかなんかいろいろレストランみたいありますね。今回ね、私が使うのは 1A ということでやっていきましょう。で、韓国はですね、これ押しても開かないって話なんだよね。周波数が違うから。やっぱり開かないですね。ということで自分で押して開けると。で、これどうだろう？連打したら行くかな？あ！レインボー出ました。連打 OK です。レインボー出ました。じゃあチャージング開始ですね。おー、しっかりチャージングされてる。あ、表示はオンですね。すごい。で、今ですね、速度は 92kW。で、これで充電してくれてます。まあ、次のポイントまではもうあと多分150キロぐらいなんでそんなにはかからないかなっていうふうに思うんですけど、いいっすね。ついに充電ができちゃってます。ということで、周りのね、ちょっとお店なんかもこれから見ていってみます。すごい目の前にですね、テスラスーパーチャージャーってのありましたね。この看板は一体何なんだろう。全然ちょっと情報がないんだけど、スーパーチャージャーラウンジができるんだ。あ、もう全然映んない。本当かなこれ。スーパーチャージャーラウンジなのかな。あそこになんか不動産屋さんの電話番号書いてあって、なんかレストラン潰れただけじゃないのかな。こっちもなんかあれだから、売却みたいな。賃貸とか、そんな感じで書いてあるんじゃないかな。いいですね。スーパーチャージャーのこの目の前には、これはなんだろうな。なんだろうね。こんななんかデカデカとスーパーチャージャーなんて書いてあるんだ。あそこちょっと上がれるから上がってってみようか。ああ、確かに。テスラスーパーチャージャー。なんかウェイティングプレイスって書いてあったね、矢印に。ウェイティングプレイスって何？わかんない。もともとこれをやってたのかな？ここもしかしたら入れるの？これもしかしてテスラのユーザーだったら入っていいよ的ラウンジ説ないですか？なのかな？左見てください。謎のこの文字は一体さっきの看板と似てるの。休業です。そっか、じゃあ今閉まってる。本日休業です。このなんかガーデンいいよね。じゃあ横のさ、やつはさ、
特になんでもなくて、あの看板だけこっちに向けて作ってるんじゃないですか。その説あるよね。ですね。こっちのゲートに向けて。はい。ここがね、テスラのスーパーチャージャーです。すごいよね。で、この大通りがですね、ありまして、韓国は右側通行のため、すぐにね、右側に入れたんですけども、まあ U ターンするような形で来ました。で、同じ敷地内にですね、テスラのなんかラウンジがあったりだとか、あとは、こっちですね、コンビニがあったりだとか、結構施設的にはね、充実したようなところだというふうに思います。これ看板はね、あそこにいろいろ表示が入ってるんで、なんかこの敷地はテスラが運営してるんじゃないかなというような感じのことを今思ってます。で、スーパーチャージャーはですね、ここにありまして、ここですね。V3 ということで、6機あります。ここはなんか日本に似てますよね。で、みんな大好きキュービクルはですね、まあこんな感じのとこにあります。2機あるんで、3機みたいな感じのチャージングシェアみたいな感じになりますかね。まあここはセコムが入ってるみたいですね。日本企業と組んでくれてます。で、ここに、泥受けですね。これモデル Y かな、なんかアリエクで買ったような感じの泥受けが捨ててありますね。で、韓国のスーパーチャージャーは車止めがこの黒いゴム製のタイプかなになってまして、まあここはテスラって入ってますね。ということでね、韓国の支払い方法とかね、そういうの一体どういう風になるのかっていうのは、後ほどお伝えしたいなという風に思いますけども、無事にですね、韓国のスーパーチャージャーで充電することができました。ということで、手順の方向かっていきたいなという風に思います。今ね、トイレをちょっと借りに行ったんだけど、コンビニでトイレはね、借りれません。ね。それは覚えておきましょうね。なんか日本のホテル感強いね。東横イン、レジュン、ガバメントコンプレックス。はい、夜の街です。今日はね、サムギョプサル食べるってことで、すごいですよ。サムギョプサルの店はもう、全部窓開けるんですね。めちゃくちゃいい。面白いです。ちょっと今から、ね、友達と合流したんで、サムギョプサル食べてきます。はい、ヒロタン。サムギョプサルやったことある。全部やってくれた。じゃあ、さんが。じゃあ、よくわかんない。横と韓国人。適当。焼いて。これ持てるわ。持てるね、これ。もういけんの？もういけんの？これいけるよ。よく焼いた方がいいですよ。まだ初日だからね、一応。これ発案は誰なんですか？そもそもその韓国に日本の車持っていこうって言った。マフティさん。あ、マフティさんなんだ。マフティさんが最初、行きましょうよって誘ってきて、行きたいんですよねって言うから、いいよ行こうよって言ったら、行きましょうよって誘って。大変だ。読み取り式のパーキングで、読み取りができてませんでしたということで入れません。まあ当然、韓国のナンバーと日本のナンバー違うから、読めないのはわかるんだけど、なんだよって感じだよね。この4桁を入れてくれってなるんだけど、まあ、僕のやつちょっと見せらんないけど、その4桁が入らない。入れてもダメだった。ということで、出るだけやってみます。なんかわかんないけど、出れちゃった。なんか急に開いちゃった。なんでだ？よかったっす。なんで出れたのかが一切わからない。これで日本出る、出国するときに、残ってたよ。ブラックリストに記録残ってこれもう二度と止まれないかもしれない。OK、じゃあ行こうか。行くんすか？すごい、12機あるじゃん。さっき11機だったから1台出てったんだね。だから向こう側に見えるけど、これか。入れてくれるかな？赤いよ。でも開くんだ。この先どうなっても知らないよ。またダメになる可能性あるよね。ここが12機あって場所が分かれてるらしいですよ。V3 なるほど。3だ3。ここが V3。とりあえずここで行こうか。
はい、じゃあスーパーチャージャーに着きました。12台ね、ある中スーパーチャージャーってことで、非常に楽しみなんですけど、ちょっと実はですね、スーパーチャージングが利用不可になってしまいました。というのも、こうね、チャージングの代金がウォンなんですよね、請求が。ということで、お支払いが必要ですってことで、なんか知んないけど、お支払い方法がね、うまくいかなかったです。で、もう一台のユッティーヌさんの方もいかなくてですね、モバイルアプリからプロフィールアカウントってことで充電を開始してくれと言った感じになっちゃってるんですよね。ということで、一回ね、スーパーチャージャーに試しに来ました。ここしかもね、12機あるんだって。で、これがね、5C とかになってるから、これがなんかわかんないけど、5セット目ということになってますね。すごいな。で、これを抜いて、あ、これね、これ接続悪いやつだね。はい。緑になんないね。これ青でトマト塗ってる。そうだね。やばいじゃん。画面はですね、充電が停止しましたになってますね。やっぱり決済方法を考えないといけないですね。私の楽天カードではちょっとダメだな。そういうことなんだ。うん。で、ユッティも実は楽天カードだったんだって。楽天カードのせいじゃなくて、ウォンだからだよ、ダメなんじゃないですか。で、ウォンは普通クレジットカードで返還されるでしょ？ってことは、テスラの充電システムっていうか、充電請求システムか。あれがもうリージョンの関係で、そう。もう円しかダメとか、そう。そんな感じ？なってるんじゃないですか。ユッティどうしよう。ダメだ。ユッティさんはすごくてですね、もうバックアッププラン考えてあります。そう、ロッテワールドに行ってデスティネーションチャージャーで充電しちゃおうという感じなんで、もうすごいっすよね。バックアッププランが完璧。やったー。今ですね。お、払えた。払えた？ほら、ビザ。楽天のビザ。なるほど。有明ガーデンカードのビザカードで支払いができましたということで、ついにスーパーチャージャー復活です。やったー。さあ今ちょっとね、クレジットカードをね、マスターからビザに変えて支払いができたので、これで、さあ充電を開始してみます。どうだ？いった！スタートした！やったー！やった！戻ったよ！充電スタートしました。おめでとうございます。やったー！バンモスレピー！よかったね。よかったよかった。よかった。86kW 出てる。90kW 出てる。それでさっきのね、スーパーチャージャーが、6台、こっち側に違うな。こっち9台あるのか。こっちにスーパーチャージャー9台あって、あっちに、3台あるってことで、合計12台あるっていうね、なんか珍しい形ですよね。で、こちら側にテスラって入ってて、結構かっこいいね、これ。で、さっきのやつがもう、5A、5B、5C みたいになってたじゃないですか。あれは一体何なんだってことで、ちょっと説明しますとですね、1A、1B に関しては V2 の 120kW。で、ここがもう 2A だから、これも V2 なんだね。2A、2B ってことになってて、3A、3B が V2。4グループ目から V3 になったんですね。っていう感じの、なんか割り振りみたいですね。で、ちなみにここカメラで監視もしっかりされてますよってなってて、さらに、なんだろうこれは。30分で1500ウォン。10分で500ウォン。そんな感じ？ワンデーで2万ウォンみたいな感じで10分の1してもらうといいのかな。で、これなんかいろいろ書いてあるね。T ラウンジってのがあるね。これテスララウンジの略なのかな？ちょっとそこら辺はわからないけど。面白いですね。